野球の話ですが、大谷翔平が抜けたエンゼルスは最近聞かないですか？これですか、これですか。大谷さんの所属していたエンゼルスの来てるんですけど、最近聞かないですよね。もうドジャースの話ばっかりですよね。なぜ最近聞かないかというと、日本に流れてくるニュースは、日本人の選手が所属しているメジャーリーグのニュースが流れてくるだけなので、日本人が所属していないエンジェルスとかってニュース価値ないよねっていうので、多分だから日本人の記者さんとかエンジェルスに付きの人いないんじゃない？大谷翔平さんがいた時代はエンジェルス付きの記者さんとかスポーツ新聞の記者さんとかが多分普通にずっといて、試合ごとに行ってとか、記者会見だったらちゃんとこう収録して話してってなると思うんですけど、別にもう大谷翔平さんはチーム移ったらそれは大谷翔平さんにその記者はついてくるねって話で、どうなってるというと普通で日常的にずっと野球をやってると思いますよ、エンジェルスは。ただ日本人が興味を持たないし、記者もついてないから、あ、いるの？菊池雄星さんいるんだ。残念ながら菊池雄星さんのためについてる記者さんが少ないという。記者さんの量によるんだと思います。なぜ記者さんの量が違うのかというと、それは人気の量によるっていうことだと思います。でもね、大谷翔平さんはね、やっぱちょっと狂ってますよ。この時代にピッチャーもやってホームランもバンバン打ってる日本人がアメリカの野球チームで活躍しているって多分この先100年もないよ。野球の歴史が100年ないと思うんだけど、この前100年も多分なかったし、この先100年もね多分ないと思うんだよね。ある種のね、異常なバグが今起きていて、野球選手の誰が好きとかっていうレベルではなくて、何かおかしなことがたまたま起きているという時空に今、大谷翔平という生き物がいるという状態で、この時空はね、他の人間と比較しちゃダメだと思うんだよね。優秀な人人気ランキングとかで順位とかじゃなくて、大谷翔平だけ別世界の何かになっていて、これはもうちょっとなんかやばいよねって。イチローさんも十分やばかったんですよ。アメリカの中で打率めちゃくちゃ出すから、野茂さんも結構やばかったんですよ。三振取りまくるとか。イチローさんはやばかった。打者としてやばかった。野茂さんはピッチャーとしてやばかった。大谷翔平一人でピッチャーもバッターもやばいですっていうので、どういうこと？何の原因なのっていうので、大谷翔平成長点の止まらなさ加減が異常みたいな、人間として骨ができてとかっていう人間が成長していく段階において、明らかにもう普通止まるよねっていう成長が止まらないみたいなのがあって、DNA 的というか生き物として普通ではないところがあって、普通ではない人をこれはなんかしごいたりしたりとか無理をさせない方がいいよねみたいな、大谷少年を将来活躍できる野球選手にしようというので、周りの大人たちもちゃんと丁寧に育てたっていう環境も含めて成立したんだと思うんですよね。多分大谷翔平的生き物っていうのが多分10年に1回ぐらいはインドとかペルーとかどっかで生まれてたと思うんですよ、中国とか。でもそのアホみたいなポテンシャルを持ってる人を潰さずにちゃんと伸び伸びと育て、でも努力家でひたすら努力をする。自分自身も栄養の勉強して、俺は野球を強くなるために飯を食うんだから、美味しいとか甘いとかうまいとかマジどうでも栄養第一みたいな、ひたすらストイックになるっていう環境と本人の性格と DNA 的なものみたいなのが全てがうまくマッチしているという状態で成立するかどうかっていうものが今たまたまリアルタイムにいるんですよ。今20代の人たちとかって日本人がメジャーリーグで活躍するのって当たり前だよねみたいに思ってると思うんですよ。大谷翔平さんを子供の頃から見てて、あ、こういう人いるんだみたいな、あ、こんなもんなんだ、日本人って野球うまいんだねみたいになってると思うんですけど、これ異常事態が起きてくるんですよ。そこをちゃんと理解していただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、はい。他業界に大谷翔平に匹敵するバグが起きてる人物って思いつきますか？いたら知りたいです。ラマヌジャンとかオードリー・タンさんとかもそうじゃないかな。日本でいくとだからぬるぬるっていうのを作った落合陽一先生とかは大学の先生なんですけど、現代アート的なものとかだったりものづくりとかでも成果を上げてたりするので、割といろんなことをやってらっしゃるっていう。藤井聡太さんとかね、羽生さんは将棋の中では優秀なんですけど、あくまでその将棋の優秀な人のトップランカーという枠なんじゃないかなっていう。羽生さんの場合はチェスでもトップランカーなので、ある種別ジャンルでも強いよねっていうのになるかもしれないですけど、チェスと将棋強い人はちょっと方向性似てるので、ピッ
チャーとバッターって本来全然違う役割じゃないですか。別ジャンルでも成果を出すっていうのか、他の人間がやれない、ラマヌジャンみたいな他の人間がこれできないよねっていうパターン。落合陽一さんの場合は、普通に大学の先生やりながら、大阪万博でもパビリオン乗って大成功みたいなので、別のジャンルでも活躍しているとか、他の人間がたどり着くことができないところまで行ってしまったとかっていうパターンでいくと爆なんじゃないかなと思うんですけど、歩くより前に懸垂を始めたみたいな説がある室伏さんはある種爆の可能性ありますね。何のスポーツでも得意だけど、一番不得意な砲丸投げを選んだみたいな、もう意味がわからないスポーツマンだったりするんですけど、ボクサーとかもね、5階級制覇とかね、たまにいたりするんですよ。そういう意味でいくと、そのジャンルの中ですごい人っていうのは、大体どんなスポーツでもたまに出るんですよ。イチローさんとかでもそうなんですけど、全然違う能力を発揮するっていう。オードリー・タンさんはエンジニアとしても成果を上げてるし、政治家としても成果を上げてるっていう意味で、2つの分野において成果を上げていくというので、結構他の人でなかなかやれることがないよねっていうパターンで言ってます。DNA が入ってるというより、人間の握力が通常80とかで、ゴリラが300とかで、室伏さん握力200とかで、人間よりゴリラの方が握力近いとかっていう感じだった気がします。はい。キングコング西野さんはね、方向性は近いんですけど、ただエンターテイナーでネタ作りをしているという仕掛けと面白いものの作るというのをやってる人の方向性でいくと結構同じ方向なんですよ。ウォルト・ディズニーがアニメを作るのもうまいから結果としてエンターテインメントとしてディズニーランドを作ったっていうのも方向性結構近めなんですよ。ディズニーランドって機械仕掛けのものを作ったりとか機械が動くことによって遊園地の中で演奏するっていうのは実はディズニーランドが初めてやったんですけどっていう感じである程度の発明はあるんですけど、ただそれをウォルト・ディズニー自身がやったのか雇ったスタッフがやったのかがちょっと明確ではないので、例えば孫正義さんっていろんな会社を持っててその中の発明が孫正義さんの発明かっていうとそうじゃないじゃないですか。本人がこれをいろいろやってますっていう人っていうとそんなにいないんじゃないかなと思いますけど、リュック・ベッソンも売れる映画をいっぱい作ったっていうだけでやっぱカテゴリーは一個なんですよね。なので複数のカテゴリーにまたいでやれたっていうのでいくとそんなに多くないよねっていう。スティーブ・ジョブズとかイーロン・マスクとかも、イーロン・マスクだとペイパルで成功しましたとかスペース X で成功しましたとか X ですとかテスラですとかですけど、やっぱその事業家であるというカテゴリーに含まれちゃうんですよね。カテゴリーを超えるっていうのをやってる人はそんなにいないっていう。東です役者と狩人でみたいなこと。狩人ででもねまだ名は上げてないんじゃないかな。あくまでその特定のカテゴリーの中ですごく優秀な人っていうのは世界中でいっぱいいるんだけど、複数のカテゴリーでもトップレベルまでいけるっていう。堀江さんが演歌歌手として成功したらすごいとは思うんだけど、あくまで有名な人が片手までやっているでそれが売れているというだけなので、堀江さんが演歌歌手として演歌の花道に呼ばれるとか紅白に歌手として呼ばれるだったらいいんですよ。呼ばれたとしても芸能人枠として呼ばれるようになっちゃうので、複数のカテゴリーを超えている人はそんなにいないんじゃないかなと思いますね。金塊強盗はね、金塊強盗と仲良くなっただけで、ね、金塊強盗成功してないんですよ。はい。小池百合子さん、アナウンサーとして知名度を上げて政治家になったっていうだけで、単に転職してキャリアアップしてるだけなんですよ。これがなんかアナウンサーとして日本で一番有名ですごく優秀なアナウンサーですとかになってならいいんですけど、テレビ東京でワールドビジネスサテライトでキャスターをやっていましたっていうレベルなので、だからビートたけしさんとかはそうかもしれないですね。世界でいくとたけしさんがコメディアンであるというよりは映画監督であるという認識の方が強かったりするので、日本だとコメディアンという認識じゃないですか。二足のわらじを履けているという意味でいくとやっぱりビートたけしさん優秀なんじゃないかなと思います。大谷翔平さんっていうバッターでもピッチャーでも割とメジャーリーグで成果を出した人がいるんですけど、あの人がメジャーリーグに行くときに確か恒例の野球解説やってる人が二刀流なんて無理だからどっちかにするべきだって言ってたらしいんですよね。老害の人が言うことを信じてたら多分大谷翔平さんってただのバッターかただのピッチャーだったんですよ。野球好きだったら世界中みんな知ってるよね、大谷翔平っていうショータイムっていう人になったんですけど、それってやっぱり老害の言ってることを信じなくて、いや俺できると思うよ二刀流って自分を信じたんだと思うんですよね。多分やっぱ普通だったらいやバッターとピッチャー両方なんかできないっしょってなるんですけど、若手大谷さんはいや俺なんかできると思うんだよね、やってみるわって言って結果やれたんですよっていうのがあるので、やっぱ若い人はいやできると思うんだよねって信じるっていうのは結構大事だと思うんですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。
概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。